今年で32歳、漁師を始めて14年、独立して7年、YouTube を始めて6年、いろいろなことがありました。果たして今年はたくさんのサワラ取れるのでしょうか。それでは始めていきましょう。レッツゴー。はい、こんにちは。小島よし浜井です。やってきました。2025年度初サワラ漁ということで、早速やっていきたいと思います。はい、じゃあいつもの尺稼ぎ長靴を履いて、ちなみにこれツバメのうんこです。で、毎年春になるとですね、うちはツバメがこうやってうんこしに来ます。うんこじゃない、普通巣を作りに来ます。で、昔からですね、ツバメが巣を作る家は繁栄すると言われていて、まさに幸せの象徴というわけですね。で、いつもは少なかったら地元の市場行くんですけど、今回はどんだけ少なくても高松の市場の方に持っていきます。というのもですね、ここ近年サワラの初市の初競りのご祝儀相場っていうのがすごく上がってて、さらに今まではサワラ漁が始まって市場に持っていった人の1箱目にご祝儀相場がついてたんですけど、今年からはですね、いいサワラを魚屋さんたちが選んでご祝儀相場がつくということで、ね、高いご祝儀を狙っていきたいと思います。じゃあマダラちゃん行ってくるね。じゃあ行きましょう。それじゃあ僕の船大船丸へ乗り込んでいきます。サワラがいっぱい取れますようにっていう願いを込めてつけた名前です。いや楽しみだな、1年ぶり。はい、じゃあ出港の去年から恒例になったホラ貝を吹いていきたいと思います。だいたい1年ぶりぐらい、半年ぶりに吹くからうまく吹けるか分かりませんが。はい、じゃあいつものようにメインスイッチ入れてエンジンをかけていきます。魚群探知機とレーダーを起動。はしごを上げて、はしごが風で飛ばないように輪差でくくります。先出るね。それでは出港していきましょう。表のロープを外して、表が風で吹かれないうちに後ろの方へ行きます。オートパイロットを遠隔にすることで後ろで操船もできます。じゃあ後ろのロープを外して、これで船はフリー状態ですね。バックして港から出ていきます。じゃあ出港します。2025年最初のサワラ漁がやってきました。この時期になるとワクワクします。やっぱサワラは大きいので嬉しいんですよね、取れた時に。皆さん今年は取れると思いますか？僕も分かりませんが出港していきましょう。はい、港から少し離れたところで操舵室の方へ戻っていきます。ポイントまではおよそ40分。今年は近場でやっていきます。横の船は親父です。はい、じゃあポイントへ到着しました。怒り打ちたいと思います。サワラ入れる時間っていうのは決まってるんで、怒り打って時間まで待つ感じですね。サワラ漁って横が 0.6 マイル開けて、確かね縦が1マイルぐらい開けないといけないので、そこにこう先について怒りを打って、時間になったらみんな一斉にスタートって感じですね。じゃあ入れます。で、風潮潮下の方に下ろしていきます。伸ばしていきます。だいたい怒りは水深の3倍から4倍です。で、怒りが書いたらこれがグッて止まるんですけど、まだ書いてないな。書きましたね、バッチグー。びくともしない。じゃあエンジン止めて、いやー久しぶりで、今が4時で6時から開始なので2時間待ちます。寝るわけではありません。準備しましょう。よし、じゃあ去年の灯台電池あるかな。電池あります。これをかけて、で、流し差し網の特徴であるフロートですね。これも後ろ持ってって、でほどいて、
後ろのパイプにかけていきます。はい、 OK で、この灯台のフロートもくくって、これで網入れの準備は完了です。で、毎年恒例のあれです、儀式です。で、今年僕行けなかったんで、おみきとお札をコンピラさんで親父が買ってきてくれました。で、うちの船神棚がないので、ここに飾って海上安全で、神の酒今から飲むわけじゃありません。これで船と海を清めて、海の神様に感謝です。じゃあもったいないんでちょろっと船に適当に巻いてですね。で、海にも今年は大量でお願いします。で、いつもはね、松岡さんも同行してもらうんですけど、僕はちょっと風邪ひいてるので、今回は僕一人で頑張っていきたいと思います。じゃあ準備が終わったんで、あとは待つだけですね。それにしても今年のご祝儀そばめちゃくちゃ楽しみなんですけど、とりあえず YouTuber だからそのサーラが選ばれたとかじゃなくて、そんなこと言われないようにね、サーラをきれいに保管して高松持って行って、なんとかご祝儀相場狙いたいと思います。100匹分以上とかのね、値段が2本とかにつくわけなんで、これはね、狙わない手はない。博打はね、もともと結構好きだったので、今はしないんですけど、とりあえず6時まで待ちましょう。はい、でもうちょっとで網入れる時間なんですけれども、いや、海見る限り全然サーラが泳いでないんで、サーラ泳いでたら海からこうヒレだけピューって出て泳ぐんですけど、全然サーラもずっと見てるんですけど全然泳いでないから厳しそうだな。ガム噛んでますごめんなさい。何が悪いんだ。はい、はい、じゃあ6時になりましたんで、早速怒りを上げたいと思います。じゃあエンジンかけて、それじゃあアンカーを巻いていきます。アンカーを巻くやつはアンカーウィンチですね。で、ある程度アンカーが上がったら船を走らせて、泥がついてるのでその泥を落としていきます。はい、じゃあいよいよ網を入れていきましょう。油圧の切り替え弁っていうのかな、切り替えてこちらのすそくりを回していきます。これを回すことによってネットローラーに巻くのを防げます。ネットローラーは何回も言いますが550万円です。でね、もう全部払ったと思ってたんですけど、親父の定期を担保に借りてて500万まだ丸々残ってました。なかなか借金です。数千万の借金がありますが、頑張って返済していきたいと思いますといったところで、船を前進しながら網を入れていきます。こちらの漁はですね、流し差し網漁といって、網を入れて潮に乗せて流すことから流し差し網です。等間隔でこちらのフロートを入れることによって海の上で浮いて流れるという仕組みですね。夕焼けの中、かっこいい漁師の姿です。それじゃあ網やること30分、網入れが終了しました。ネットローラーから網が全部なくなったところで、本線のロープをほどいて赤のフロートに入れていきます。くくっていきますね。そしたら赤のフロートも海に入れて、これで網入れは終了です。はい、じゃあ網入れ終了です。 OK。はい、じゃあ網入れが終了しました。だいたい7時半か、それぐらいまで網を置いときましょう。1時間ぐらいかな。早速ご飯です。やっぱね、沖で食う弁当っていうのが一番うまいんですよね。じゃん。自分で作った鶏肉と、これはなんか嫁が作ったやつですね。春雨なんとか。いや、魚群探知機とかにも全然映んないし、映んないっていうのは餌とかが映んないし、ちょっと魚がいるか分かんない。あと天気も微妙なんですよね。天気もやっぱいい天気の時の方がサーラの取れはいい気がします。かかりっていうのかな。
ねえ、全部海。この中で食う飯がやっぱ最高です。ビールも飲めたら最高なんだけどさすがに仕事なんで、その前に飲酒運転ですね。よろしく。はい、じゃあ7時半になったんでそろそろ巻いていきたいと思います。電気をつけて、でエンジンかけてポイントへ向かいます。すぐそこだけど。じゃあいつものようにカッパ履いて早速上げていきましょう。で海の方見てたら赤クラゲがすごくて、これは痛いですよ。目に入ったら大の大人がうなるぐらい。後日目に入りましたといったところで気を取り直して網を上げていきましょう。フロートの横にですね、船をしっかりつけてフロートを持ち上げます。フロートを持ち上げたら本線をネットローラーの方のロープにくくって灯台も片付けて、でガッチャンも下ろしていきます。ガッチャンはですね、ペラの方に網がいかないようにガードするためのものです。なんでガッチャンかっていうと、多分命名は親父でガッチャンって落ちるからガッチャンだと思います。漁師はですね、漁師の家ごとに隠語みたいな、隠語っていうのかな、何かしら言葉があります逃しちゃったよ。さあ網が上がってきました。果たして魚はかかっているのでしょうかっていうのをね、網が最初に上がってきた時に言いたかったのにいらん説明してたら逃しちゃいました。で魚が来ない間はこのようにフロートを上げてかけて、ロープもかけていきます。赤クラゲはですね、思ったほどはいなかったかな。サワラが来るのをひたすら待つまでその作業を繰り返していきます。一向にサワラの上がってくる気配がありません。変顔をして暇つぶしにふざけていると、その時、おお来た、おい来た来た来た。構えてなかったで、構えてたは構えてた。びっくりしたぜ。ふざけてたらいいサワラが来た。きれい。マジでね、見てください。これ赤クラゲがいっぱいついてるんで気ぃつけて外していきます。よっしゃー、見事見事、いいサワラです。この色合い見てください。スーパーで見かけるのよりもうちょっとこう鮮やかなグリーン色してますよね。であとクタクタなのはこうまだかかってね、死にたてほやほや。これはもしかしたらご祝儀相場出るサワラになるかも。まだ肉は生きてますね。でちょっとオスかメスか見るためにお腹を押してみます。あ、汁が出たからこれはメスですね。中には卵が入ってます。男だったら精子が出ます。じゃあ背骨の下側に血管が通ってるんで、そこを傷つけるとほら血がドバーって出て、尻尾側を骨まで切って折ってあげます。で流水の中でしっかりと血抜き。よっしゃー、坊主並んで済んだ。嬉しい。さあ一匹来た勢いでこのまま波に乗れるのか。サワラが来るのを懸命に待ちます。しかしサワラがやってこないので、先に血抜きしたサワラを氷の中へしておきましょう。水を入れてしっかりと血抜きをして氷の中へ。これで鮮度管理は抜群です。鮮度管理ね。そしてしばらく食っていると2本目のサワラがやってきました。肩はそんなに悪くない感じです。その後にすぐさまスズキもやってきました。まあ多分餌がいたのかなと思います。餌がいればスズキがいるっていう感じですね。で2匹目のサワラも外していきます。でまだかかって間もないのか、サワラ生きてます。僕が振ってるわけではありません。こちらのサワラも締めて流水の中で流水血抜き。やっぱ生きてたサワラってまだ血がサラサラなのと、心臓がポンプ作用で動いているのでよくですね血が出ますね。でその後スズキも外したんですが、スズキの名前の由来めちゃくちゃあって、そのうち一つを紹介すると、江戸時代の文献にその実白くてすすぎたるように清らげであるっていう言葉があって、実がですねめちゃくちゃもう透き通ってると、だからスズキっていう名前になったとも言われております。5ターンが終了しました。3分の1終わりです。おお、
2連チャンでかかってきましたが、どちらも死んでいます。これなんでかっていうと、呼吸できないからなんですね。マグロとかも止まったら死ぬっていうことで有名ですけど、自分たちでエラを動かせないので、泳いで口の中に海水を取り込んで酸素を体に取り組む必要があるため、止まったら死ぬんです。同じ回遊魚であるサーラもおそらく同じですね。それからサーラは泳ぐのが速いと有名で、そのスピードはなんと時速100キロにも達すると言われております。でこの後網食ってたんですけど、あまりにも魚がいないので晩酌用のスズキを食べることにしました。内臓脂肪も乗っていて美味しそうなスズキです。3枚におろしてみると綺麗な身ですね。終わったー。二重の意味で終わった。2つの意味で網繰りが終わったのと、今年のご祝儀相場はおそらく狙えない。終わった。で網繰りの途中にね、うちの兄貴に電話したら、兄貴はなんか途中でも結構取ってたんで、うちはめっちゃダメでした。くそ。とりあえず船の片付けします。さっきサワラだ。じゃあちょっと並べます。はい、というわけで今年は4匹。去年のねタイトルも確か大不良みたいな感じだったのに、今年はさらに大不良です。わずか4ですけど、まあサーラが生きてる時にかかってきたのがあるんで、やっぱ綺麗ですよね。いけきとう。はい、じゃあ帰ってきました。ちょっとだけど立つか。でパッチ頼むぞ。応戦丸一級品だよ。じゃあ持っていきます。よし OK。 はい、じゃあただいまということで帰ってきました。お風呂入ってお疲れ晩酌だ。さっぱりしたぜ。はい、じゃあ仕事終わりのゴールデンタイム。これが一度で次切る。いただきます。仕事終わりは最高です。で今日の晩酌は5日寝かした熟成ヒラメと、網繰り中にさばいてたスズキのねホイル焼きですね。チーンこうお皿は何でもよき。やっぱしっかりこう料理を取るときは取る。雑にこういう家で食べるときはもうそのままのありのままの自分でいきましょう。さあどんな感じか。わあうまそう。これにレモンのせて、これに黒胡椒、ここに浜油ポン酢をかけて、ごめんなさい今ちょうど切らしててミツカンです。はい完成。じゃあヒラメの刺身から。うまい。じゃあ次は取れたてスズキのホイル焼きだな。これうまいだろ。野菜しか見えない。まさにこういうのでいいんだよ飯。野菜は多いほどうまい。森と一緒。もう野菜が主役ぐらいが。うめ。正直僕スズキはね刺身で食ってもそんなうまいと思わないですけど、ホイル焼きは抜群ですね。で今日の振り返りで取れたのはたったの4匹ですけど、たくさん取れてる人いると思うんで確率的には低い要は宝くじを何口買うかみたいな。僕が送ったのが2箱だから2口しか買ってないけど、例えば50匹取れた人だったら25口を買ってるみたいなことになるから、
ちょっとね確率は低いかもしれない。ただ魚屋さんだってね、魚の締め方とかいろいろちゃんと見てくれてると思うんで、そこがどう響くかですよね。そこは宝くじと違うかな。で、明日も量があるんで、それもダイジェストでお送りするんで、チャンネルはそのままでお願いします。おやすみ。はい、おはようございます。ちょっとムクムクっちゃんぐらいですね。いや、ビール3本しか飲んでないですけどね。最近あんま飲んでないからすぐ答えちゃった。一番は早朝なんで、もう今現在おそらくですね、ご祝儀相場のサーラっていうのが決まってて、聞く人に聞けばわかるんですけど、昼にぐらいにね、仕切り書って言って、市場からこうちの家の方にね、何がなんぼみたいなのが来るんですけど、それまでちょっと楽しみに待ちたいと思います。動画のね、最後にとかじゃなくて、もう動画のどこに入るか分かりませんけど、お伝えしていこうかなと思うんで、チャンネルを変えずにみたいな感じでいきたいと思いますね。動画の最後とかっていうと動画をペペペペってかます人いますから。というわけで、仕事行きます。で、今から倉庫の整理整頓していきます。やっぱ整理整頓してるとね、物がどこにあるのか分かるっていうので大事なことですね。で、隣何かできてます。こちらですね、紫外線殺菌水槽という、そういうあれです。施設を作りました。ここで牡蠣を紫外線殺菌水槽につけてあれします。全貌はまた今度。で、お仕事終わって今お昼ご飯作ってます。で、父親がサーラ取れてくれたんでね、サーラのソテーでも作って、これでご飯にのせようか。うまそう。じゃあ炊きたてご飯にちょっと醤油回しかけて、実家の一番海苔、それにさっきのサワラですね、ソテーで梅干し。はい、じゃあ完成。いやー、こういうのでいいですね。最高。出航だ。はい、じゃあ今日も出航していきます。はい、じゃあ現場へ到着しました。今日は早番って言って、早い方の9時なんで3時間待たないといけない。はい、境まで上げるで。はい、じゃあ今から網やります。長かった。寝よった。はい、じゃあ網入れが終了しました。今日はなんかいる気がしますね。で、ここでいきなりなんですけど、ご祝儀相場果たしていけたのかいけてないのかご報告したいと思います。結論から言うとですね、うちのサーラはご祝儀相場のサーラには選ばれませんでした。残念。っていうわけで、ただですね、ご祝儀相場去年まで10万ぐらいしてたのが今年はキロ2万ということで、5分の1というね、ちょっと下がっちゃっておならが出ちゃったんですけど、夕日も綺麗だし、今日はサーラがおることを願って頑張りましょう。で、あとですね、今日はもう取れてすぐですね、取れたてをすぐにサーラの森にして食べたいと思います。はい、じゃあちょっと明るいですが、もうだいぶ流れましたし、魚さばかないといけないんで上げていきたいと思います。あの船からめっちゃラジオの音が聞こえる。どんだけ大音量で聞いてんだ。はい、じゃあ網が上がってきました。果たして魚がかかっているのでしょうか。早く取れたてサーラの森が食べたい。まだ今日刺身は食ってないですからね。ソテーだけ。3分の1ぐらい食ってようやくスズキ1匹。次に来たのが小さいコチ。落ちたイネゴチですね。おー、1匹目来た。生きとるサーラ。やったー。生きてる生きてる。元気元気。早速これさばくぜ。状態もいい。よし。見事だ。じゃあ閉めます。じゃあ取れたて閉めて、
軽く表面なぜます。サワラは鱗ないんでなぜなくても正直大丈夫なんですけど、ぬめりとか臭み、それが多少は取れるかな。これもカマ取って頭を落としていきます。これで血抜きです。正味頭ついてなくても血抜きはできるからね。血管切ってるから、ほら血が出てきてる。である程度血抜いて、で次にお腹出していきます。綺麗なマコですね。でお腹は薄く線入れて、もう切れちゃったけど指で裂きます。ちょっとよけめに裂いて、あ、割れちゃった。ほんでマコ取り出します。綺麗なマコ、ちょっと粒が粗くなってきてるかな。これマコ飯すると最高です。ほんで膜取って洗います。これで準備は OK。 よし、早速さばいていこう。じゃあ背中から包丁入れて、もうもっちもち、全然違う。で身が真っ白や。この身が白いっていうことは脂が乗ってるっていうことです。うわー、うまそう。ちょっと失敗した。で背中側、松岡さんのとこで鍛えたからね。実際このサワラ漁を動画にするんも7回目か。 YouTube6 年だけど、なんかサワラ漁だけ7回ぐらい撮影してんだよな。この初回の初日の漁。うわ、これ見てください。身真っ白でめちゃくちゃうまそう。ケツ側も同じように包丁入れて、身がもちもちすぎてね、骨の場所がわからん。よいしょ、こんな感じ。あ、切れてない。 OK、 うまそう。で次腹骨すいていきます。あ、これももちもちや。包丁よう切れるけど入っていかへん。よくね、こういうさばく人がよく言うのは、やっぱ取れたてはさばきにくいって言いますね。前はよく大名おろしでやってたからそんな関係なかったんだけど、綺麗にさばくようになって気使います。よいしょ。でちょっと盛りにするのにあえて背中側は避けようかな。ここはおかずで持って帰るのにカットして、ほんまでも脂すごいわ。血合い骨取っていきます。だいたいどの魚も血合い骨っていうのはお尻のアナルまでしかありません。お尻のアナルってなんだ。わあ、もちもち、床も滑る。うわ、うまい魚ってこう包丁が入る時にも分かるんですよね。どうがうまいかみたいな。血合い骨、これも持って帰って炊きます。で厚めに、もう先にね皮付きごと切っていきます。本来ね、炙る時って炙った後待たずに切ると皮がねついていっちゃうんですよね。ちぎれちゃうんですけど、切ってから炙ることによって気にする必要がない。っていうか、これは絶対うまいぞ。もちもちだ。さっきまで生きてたやつを速攻締めて5分ぐらいでもう刺身になってます。サワラもびっくり。まだ身は生きてるから。こんな感じで切れました。で断面はこんな感じです。うまそうですね。光り輝いて脂乗ってます。でこれに塩してバーナーで炙ります。うわー、うまそう。四角だけでビールが飲めるぞこれ。うわー、見て見て、こっち見て、これもうほら、刺身と刺身の間に油の皮ができてますよ。サワラの油の皮と書いて。薬味も買ってきたんで早速盛り作りやっていきます。盛り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 まん。じゃあここにまずネギですね。ドドドドドド。これだけでも正直めちゃくちゃうまいよ。でしそ刻んで10枚全部。豪快にこれもここへダイブです。わーお。で次ニンニクなんですけど、このでっかいニンニク、これもうあれだね、食宝ペアを取る時みたいだね。ガバッみたいなトリコのやつ。
取れた。でっかっ。剥きやすいかなと思ってでかいに買ったのに、でかすぎたら次皮が硬いみたいですね。じゃあこれも薄スライス。お値段は税込みなんぼってめっちゃ向こうから聞こえる。通販番組してますね、ラジオ今。まあその話は置いといて、このニンニクもここに散らすようにまぶしていくぜ。わあ、やばいやばい、早く食べたい。でここで最後にみょうがですね。みょうがを散らして釜湯ポン酢、これをこちらにダーッとかけて皿じゃないからあんまダーッとかけるのはもったいないから適度にかけて、はい、というわけで完成しました。取れたてマジクソ直後のサワラの森です。それじゃあ宴を始めようか。いただきます。じゃあちょっと混ぜて、端のもうこの分厚いけど2切れですね、これにネギいっぱいのせて、しそのせて、ニンニクのスライスのせて、みょうがものせて食べたいと思います。うわー、絶対うまい。いただきます。やばい、過去一うまいかもしれんこの森。もう噛んだ時に一番に来るのがサワラの取れたて締めたてがゆえに来る弾力。サワラ食べたことある方ならご存知だと思うんですけど、もちもちとはしてるけど普通柔らかいのが市場に出回るんですよ。生きたサワラって出回らないので死ぬから。でももう締めたてだからめちゃくちゃグリグリで、うまみは少ないって、よく言われるんですけど、締めたてもうますぎる。食べた瞬間にめちゃくちゃうまいし、グリグリにシャキシャキとした食感が合わさって、何食ってんだろうみたいな、オゾン層食ってんじゃねえかっていうぐらい。ただ2切れ1気は行き過ぎた。最高だ。でビールノンアルです。ちょっと網食らんといかんので駆け足ですけど、魚いないからすぐなんですけどね。たまんねえなこれ。ニンニクも今までフライドガーリックとかチューブとかやって、それもうまいんすけど、やっぱ生のニンニクのやつが一番うまいかな。今日サワラが特別だから余計にそう感じるのかもしれない。超グリグリと超シャキシャキとかニンニクとかシソとかのこの薬味の食感のもうせめぎ合ってる中をかいくぐって炙ったね皮目のいい香りがね後からふわっと立ち上ってくるのが、そこもまたビールによく合います。うめえ。で僕のチャンネルを前から見てくださってる方はご存知だと思うんですけど、今年もサワラの森発売しますので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。こちらの2商品ですね、サワラとマコはご褒美じゃなくておまけで、もう1個はエビ味噌じゃなくてカニ味噌じゃなくてサワラの味噌漬けがついております。で僕のチャンネルのこのサワラ漁を初めて見た方のためにこちらをどうぞ。で見たことある方はもう飛ばしちゃってください。小豆島の漁師 YouTuber 浜ゆりのサワラが大好評発売中。厳選されたサワラのみを使用し、衛生管理抜群の加工場で丁寧に焼き上げ、しっかりと梱包。一つ目が美味しいサワラの森を食べられるセットとなっております。内容量がサワラの1匹半分分とサービスでマコと白子がついてます。もう一方がサワラのたたきができるものと味噌漬けが2つついております。美味しい瀬戸内海のサワラの味噌漬けが2つとサワラの約4分の1匹分です。どちらも大満足の1箱となっております。ギフトにも最高です。今年もいかがでしょうか。というわけで美味しいサワラの森、今年もよろしくお願いいたします。サワラ少ないから浜湯の入ってねえんじゃねえのって思うかもしれないけど、増えてくるから大丈夫です。増えた時に木村さんへ持っていくので。網黒で続けてもう1本、これも生きてる。ちょっと来るんが早かったかな。サワラ来てる来てる。3匹目、1匹食ったから2匹で、珍しいお客さん来ましたよ。こちらですね、手が長いから手長ダコですね。このままぶつ切りにしてキムチとかにしてもうまそう。で今日一番でかい4匹目、めっちゃ幅でかっ。卵でね
次来たのが下駄ですね。底下駄ってやつかな。で次に来たのがフカですね。愛媛の方でフカの湯ざらしにするサメです。で続けてきたのがメイタガレ、メダカって呼んでるやつです。5匹目、6匹目。この後も取れてて、かなりサワラ溜まってきました。で後から気づいたんですけど、イタヤガイっていう貝もいました。よく取れるんですが、結構貝柱美味しいです。そうこうしてる間にイカシ物も溜まってきたので、カゴを取ってこの仮イカシしてるところからカゴに上げて、船の表の方に魚をイカしに行きます。これがね結構遠いので時間がかかって若干めんどくさいですね。近かったらいいのになとはいつも思います。池間は広くて快適に過ごせそうですね。溜まった魚も冷蔵庫へどんどん入れていきます。3割5分ぐらい入ってきてます。で魚はあのように体で押して傷まないように、柱があるんですけど、柱に当たると傷んじゃうんで、それ当たらないようにかわします。大量に来てますね。ここでなんかね変わったもんが来ました。これ何？めっちゃ可愛いんだけど毒ないんです。これ毒かも。これね、僕が動画でしたことある三島オコゼかなって思ったんですけど、ツイッターで聞いたところ、三島オコゼではなくキビレミシマっていう種類で、要はヒレが黄色い三島オコゼです。でこちらニベですね。味は冬とかタイみたいで美味しいです。ただよく内臓が飛び出ます。はい、で今日一番の大物が来ました。8キロはあるぞこれ。ごっつい腹パンパンのメス。うまそう。これさばいてもよかった。でもう終わりだなと思ったら、最後にまさか祝うようにタイが来ました。さすが昔からタイは縁起がいいと言われております。個人的にはちょっとなんとかでおめでたいとかね、ダジャレだとは思ってますが、でサワラもいっぱいね、こっちも粉来てね、こっちにもね入ってます。本当大きい。これぐらい3キロぐらいかな。というわけで網クリやりました。なんと2日目に大量に取れましたね。だからもっとねちゃんと撮影していけばよかったんですけど、忙しすぎてなかなかできませんでした。でこれが満杯いかないぐらいかな。9分目でだいたい40匹。ただサイズがでかいからそれぐらいで、もう1個こっちが30匹ぐらいかな。で計70匹ですね。で帰って高松の方持っていきたいと思います。嬉しいね。よかった。きとう。はい、じゃあ港帰ってきました。取れたサワラがこれ56匹でした。もうね一匹一匹がでかいから、箱にねだいたいいつも入った感じであれ割り当ててるんですよ。数えるの大変だから。これ一匹一匹がでかい。手もいっぱい怪我しちゃった。じゃあこれ今から箱立てていきます。よいしょ。はい、じゃあ帰ってきて風呂入りました。今の時間が12時14分ですね。だいたい帰ってきたんが12時前で、そっからこれを作ってました。マコの煮付けと炙り刺しと刺身ですね。で何喋ろうかこう考えるんですけど、その前にとりあえずこれで脳の回転を良くしないといけない。いただきます。とりあえず70取れてよかったです。70取れて帰ったのは12時ですけど、この時のこの動画とかの日とかその前とかね、ようけ取れてた時期に比べたら全然ね疲れなんてへのかっぱぐらいのもんでございます。うまっ。アニサキスだけが心配だ。この間も東京でねなんか仕事で行ってたんですけど、アニサキス東京で当たって東京のクリニック行きましたからね。であと明日寮お休みなんですけど、船の片付けとか箱取り行ったりとかいろいろすることがあるんで、早く休みたいと思います。最後にこの卵だけ見てくれ。美味しそうだろう。ちょっと焦がしたおやすみ。はい、というわけであれからですね1日休み挟んでまた漁に来て今終わったんですけれども、見てください。これは満帆。
これも満帆、これも満帆、ここにもいて合計128匹もいました。で大きいやつはねこんな感じでだいたい9キロ8キロぐらいある。でっかいよこれ。見事見事で、今からね高松の方に直走りして市場の方持っていきたいと思います。いやーよかった。はい、というわけで皆さん本日もご視聴ありがとうございました。そして毎年ありがとうございます。もう7回目の最初のサーラ漁の動画投稿しておりますけど、最初から見てる方いらっしゃいますか？それは置いといて、とりあえず大量でテンションが上がっております。よかったです。またサーラの森の商品も概要欄から買えますのでよろしくお願いいたします。といったわけで高松行きます。それではまたお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。で今日はですね木村の歌図店でサーラの解体ショーがあるんで、そのイベントに今から行きたいと思います。はい、こんな感じでさばけました。ありがとうございますすごいめちゃくちゃ美味しそうやね。ありがとう。じゃあイベント終わって腹も減ったんで今からちょっと馴染みのうどん屋さん行きます。こっちの馴染み。じゃあこれでお願いします。これでごま油もつけて。はい。はい。Go good. 400枚オーバー。はいやばいぞこれ。どこまで2倍。次ハテナ入った。何倍やろ。祝36、4倍や。またハテナ入った。5倍。コック45、4倍。いやーすごかったですね。びっくりしましたね。脳汁ドバドバですよ。サーラが大量に来るより脳汁出たかもしれない。